はい、皆さんこんにちは。今回はこちらの真っ赤で角張ったスポーツカートヨタ MR2 のご紹介です。日本初の市販ミッドシップスポーツカーであり AE86 とともにトヨタの挑戦的な車作りで当時の車好きたちを熱狂させ、後の1990年代に続くスポーツカーブームのパイオニアとも言うべき1984年から89年まで生産された MR2AW11 型。そのスタイリングはいかにもスポーツカーですが、しかし走りは背伸びしないエンジンスペックとピーキーな挙動でドライバーの腕を磨く砥石のような車でした。ではこのフェラーリレッドにオールベンされた MR2AW11 ご覧ください。かっこいい。これエンブレムって純正なんですか？これなんかショッカーみたいな。これだね。これだよね。大正製薬。ショッカーっぽい言われる。ショッカーもこんなんですよね、確か。かっこいい。かっこいいな。タイヤはAR1。S タイヤみたいな。そうですね。050とかそこら辺です。はいはいはい。ボディがおじいちゃんなのにタイヤだけ。いいや、いいんじゃないですか。やでもなんか疲れますね。結構この車ピーキーっていうから、ね、そうですね。俺のみたいなああいうお遊びタイヤ履くと怖いっすね。多分やばいかもしれない。やばいっすね。なんか結構なんか調子込んでるとすぐ横向いちゃったりですよね。よく言われます。よく言う重心の高さとか感じます？いや、高さはそんな感じないです。なんかフロントドリアの重さが極端ですよね。フロントがめっちゃ軽いって感じ。じゃあその辺は 4C もフロントの接地感全くないんで。じゃあ肉体と言いますか。本当アクセル抜くかブレーキ踏まないと曲がんないですからね。FF みたいにこうタックインじゃないですけど、さってアクセル抜いてフロントグッと回り込まして、そこからアクセルをじわっと入れると滑らないでこう早く抜けれたりするんですね。フロントに重心をもう移してあげちゃって。そうですね。でフロントで食いつかして前をこうコーナーに向けて、で後ろが滑りそうなのをじわっと少し今度重心を後ろに下げてっていう。そうですね。そうですね。確かに FF めっちゃ運転してればなんかその同じ感じの操作でいくと確かに。そうですね。FF だともうちょっと極端ですけどね。もっとこう後ろが出そうになったら今度はアクセルガバッと踏んで、わざとちょっとアンダー気味にして四輪ドリフトみたいにとか。そうですね。FF って私結構 FF でサーキットとかもちょっと行ったりしててたんで、なんかその点もあってなんか乗りやすく感じる。僕も FF もともとずっと乗ってたんで、ホンダ車ばっかだったんで。タイプ R とか。そうですね。タイプ R も乗ってましたね。ずっと FF プレリュードとかインテグラとかでこうサーキットしてて、でちょっと後輪駆動に浮気してわかります。そしたらあまりに面白くて楽ですよね。そうですね。だから本気でどうだろう、素人レベルで本気で速く走ろうとしたら、もしかすると FF の方が速いのかなって、デフが決まれば。そうですね。FF 走り方分かれば怖くない。そうですね。唐突な動きっていうのがないですからね。無理な走らせ方しなければ後ろをすっぱ抜けたり。そうですね。逆に慣れてくると後ろをこうちょっと出して、フロントいたわってとか言いますからね。あそこにある FD2 のシビックいるじゃないですか。ありますね。あの人も常連さんなんですけど、この間乗せてもらったんですけど、めっちゃ速い。峠スペックなんで。あれなんかやられてるんですか、コンピューターとか。なんかいやコンピューターは確かノーマル、車屋さんなんでそんなにいじってないんですけど、吸排気とか足とか。そうですね。抜け目のないチューニングで。FD2 ももともとエンジンが素晴らしいですもんね。最高でしたね。なんかまたホンダの FF 欲しくなっちゃうぐらいですよね。乗ってたですし余計ですね。そうなんですね。なんかやっぱりホンダの付け具合っていうか違いますよね。もうやっぱ別物ですよね。スティック入るとなんか。いやでも AW いいな。
綺麗。そうですね、わりかし状態が良かったですめっちゃ綺麗。センターのめっちゃ高くて、ね。あ、そうですね、コンソールっていうセンターコンソールはい、S2000 みたいな感じなんですかね。肘を置いて S2000 より多分高いですよね。なんかちょうど燃料タンクがあるらしいですよね。ああ。なんでなんか多分高い、へえ。燃料タンクが真ん中にドボーンって入ってるみたいな。はあ。だって完全に腰より上にありますそうですね。なんかシートがまた独特なシートなんでポジションがすごいんですよね。これブリッドかなんか。よね。これはなにわ屋のああ。安いやつのレカロの型のやつだよね。あー SPG とかの SPG の形で。へえ。これでだって3万5千とかで、まあでもサーキットとかね、そういうまあ、こう公式レースとか走んなきゃ十分ですよね。ただなんか弱いですよ。あ、まあ合結構成ははいはい。まあでもやっぱこうノーマルよりは全然。そうですね。あ、でもこれノーマルでもレカロなんですか。これはいや違いますね。これはなんかこれスープラかなんか。買った時についてったみたい。その前のオーナーの人がつけたの。多分これスープラ。そうですね。80のスープラ。あ、スープラの。うん。この柄スープラ。そうですよね。この謎の柄。謎の柄。90年代特有の謎の柄。一応通ないじりをしてたの。H ケースみたいな。あの時のトヨタの謎の柄。確かに H ケース。これが昭和だよ。ああ、はい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 。裏肝みたいな。こう。高級感を演出したの。あ、ターボだ。スーパーチャージャー。あ、スーパーチャージャーか。インタークーラースーパーチャージャー。これエンジンはノーマルなんですか。エンジンはなんかちょっと謎が多くてですね、バラした時に分かる人が見ればカムとか分かるんですけど、ノーマル乗ったことある人が乗ったらなんか上の吹けがなんか違うって言ってて、もしかしたらカムが入ってるかもしれない。ハイカムだ、ハイカム。だからなんかバラつくんですよね、すぐ。ハイカム入ってるかなんかかっこいいの。分かる。よく分かんないんだよ。ヘッドってもともと赤いんですか。いや、これは赤じ土が。ゃないな。あ、これ塗ったよね。そうですね。結晶落とそう土が。で途中ここら辺もうめんどくさくて白くやってないっていうちょうど暑い時期だったんで、去年の夏ぐらいだともう全部まであえて埋めれなかったんだ。スーパーチャージャーだけ。スーパーチャージャーを出して欲しかったから逆に。そうですよね。ここまで行ったらそうですよね。もうちょっと頑張ってほしかったですね。タッチペンめんどくせえんだろうと。修正機流し込めばいいじゃない。そうです、その手もある。修正機流し込めばいい。SB が今となっては懐かしいっすよね。みんなあれですね。こだわりを。なんか知りたいけどね。干したばっかだから。いや、これはサーキットもったいないですよ。サーキットなんか壊しに行くようなもんなんで。まあそうですけど。S2000 なんか行くたんびになんか壊れてましたもんね。国で壊れちゃうんで、これはもう死んだ。もうバラバラになっちゃう。ここは本当峠で気持ちよく、走るのがいいと思う。投げていい車で行った方がいいから。そうですね。31スイフトぐらいを。31スイフトぐらいを柄にして遊ぶのが多分最高にコスパがいいと思う。そう早いしあれが。それちょっとエアコンは効かないもんでした。あ、了解です。あ、そうですね。重捨て。もともと重捨てなんですか。おお、いい音しますね。そうですよね。4AG の。はいはいはい。4AG のスーパーチャージャーって初めてですね。スーパーチャージャーついてるから、やっぱ低速からこうガッとくるんで。本当ですね。結構ストレスがない。へえ。そうですね。4AG っていうと結構何千だろう、5000回転以上回してようやく目が覚めるような感じが今。ここら辺から踏んでも。あ、もう3000以下から出てくるんですね。そうですね。まあまあ。初の AW っていうか SW も俺乗ったことなかった。でもあんまりいないっすよね。初の MR2 足が TRD のダウンサスで、ショックはノーマルなんですか。ショックがちょっと不明ですね。不明。はい。多分ノーマルだ
しょうがないですよねまあでもゆっくりでもこの車の場合はまあそうですね、はい。雰囲気が譲ってくれますね。はい。さらに後ろからガチなバイクたちが来ました。でもやっぱステアリングのギアレシオが結構大きめですかね。そうですね、はい。なんか遊びが多いです。こう真ん中からこう行くじゃないですか、はい、真ん中付近のなんか感覚がないんですよ。なんかトラックのステアリングフィールみたいな感じ。まあ古いからしょうがないのもあるんですかね。あとはタイヤがハイグリップすぎてなんかこう情報がちょっとなんかブッシュとかいろいろかわいそうななんか怖いんですよ。切れ出してった時がなんかいけんのかこれ曲がれんのかなみたいな不安すぎてあんまりガチでは滑れないんですよ。でもなんかこうポジションも全然合ってないですよねこのシートのおかげで。でもやっぱ軽さは感じますよね。これ1100キロぐらい。シャー中どんぐらいだろう。そんなないのかな。わかんないですけど多分そんなないぐらいかもしれない。1トン切っちゃったりしてんのかな。どうなんですかね。いやありがとうございました。いや感動しました。初の AW ミッションもこういうショートシフトなんか最初から結構近いっすよ。そうっすね。クラッチはノーマルなんで、すごいふにゃふにゃです。86の時代のこのメーター周りというかそうですね、はい。いいですね。どうもありがとうございました。いいえ、とんでもないです。いやいいですね。いいですね。ネギが動くんで全然効かないんですよ。言ってた。踏むとそこら辺がこうムニムニしてだからなんかクスコで動かないやつがあれ入れると違うよって言われて。じゃあもともと持病っていうか、まあ、動いちゃう。はい。上からなんですか。決して熱くない。ない。ジャッキーが可愛いですよね。可愛いじゃん。独特ですね。見たことない。これどうやって上がるの？両方押しじゃないですかね。片方でどうなの？漬物石とか置けばいいんじゃない面白いよこれ。前まさにパンタジャッキだ。パンタグラフだ。すげえパンタジャッキだ。足場のあれみたいな。はいはいはい。軽く上がりそう。でも重いっすねこれ。でもコンパクトですね。これは初めて見ましたね、この形が。面白い。初めて買った40周年アニバーサリー。40周年それも多分40年前の葉っぱかもしれない。そうかもしれないすごい上半分あんまり強かったら逃げそうこれタワーバーは純正なんですか？タワーバーは純正だと思う。当時から純正でタワーバーはついてるんですオプションとかそういうのじゃなくて形状的には純正っぽいっすよね。ぽいですよね。ついてない。全然シャレっ気がないですもんね。これ弱そうじゃん。このめちゃくちゃ距離ある。見ないの？こんなとこ漬物石4個ぐらい置いてある。そしたら多分フロントクール漬物石4個。もしかしてこれトランクですか？後ろにもあります。後ろにもあるんですか？後ろにもあるんです。後ろはそっか。4シートかと同じか。エンジンの後ろにトランクが一応ある。4C より広い。本当ですか？素晴らしい。素晴らしい。フルだったらなんとか。ここ吸気なんですね。そうですね、はい。コンピューター熱が受けなそうでいいですね。4C なんかエンジンにくっついてますからね。やばいです。隔壁。
でもこれエアの長すぎますよね。こう来てこう来てそうなって昔綺麗だな。綺麗。 TRD のエンブレムがいいっすよね。これはなんか父がうん。新しいや全然違和感ない。つスーパーチャージャーもつけたのでステッカー奇跡のお父さんセンスいいっすよね。いやおいくつぐらいの？ほんとあれいくつだっけ55、55、 6ぐらいで、 6だよね。ああ、もう若い時やばい頃っすね。まあそうですね。やばい頃っすよね。バリバリの世代っすよね。バイクなんですよね、もともと父は。あーバイクがすごい、あ、じゃあもっとやばいっすね。バイクでそっち走ってたみたいですあー彼氏とか多分友達とかみんな崖に落っこったりしてた世代っすよね。よく聞き壁に張り付いたり。後ろからいなくなったりとか。あれ来ねえぞって。じゃあすいません、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。お気をつけて。はい、ありがとうございます。また、どうです。逆にすみません、見てもらっちゃって。